タンポポの旅。僕は山の中に咲くタンポポ。白い綿毛になっても僕はいつも山の中で咲き続けてきたんだ。だから僕が知っているのは山の中だけ。山の中にはたくさんの草や花が咲いてる。色とりどりの花は毎日楽しそうに笑ってるし、大きな杉の木さんは僕たちに木漏れ日を分けてくれる。花をつけない草たちは自分こそ一番だと威張ってる。どうして花をつけない草が一番偉いのか僕にはわからない。でも草たちが言うには、花は咲いたら枯れるだけで、花が咲かない自分たちは枯れることがないんだって。そうは言っても草たちも季節が変われば姿を変えるのに、杉の木さんはいつも同じ。寒くても暑くてもいつも空ばかり見て、僕たちに冷たい風を送ってくれる。変わらないのが一番偉いなら、杉の木さんが一番だよね。僕たちはいつも楽しく笑って、いつも楽しく歌ってる。誰にも見てもらえなくても、誰にもきれいだと言われなくても、それでも毎年同じところに咲き続けられる。僕はこれで十分幸せなんだと思う。時々山には人が来る。大きなバッグを背負って、帽子をかぶって、どんなに暑くても長袖の服を着て、何が楽しいのか知らないけど、わっせわっせと歩いては通り過ぎていく。真夏になると杉の木さんの作る木陰で水筒から水を飲んで、ここは気持ちがいいなって話してる。そんなに気持ちがいいのならずっとここにいればいいのに。でも人間はまた歩き出すんだ。何が楽しいのか僕にはわからないけど、人間が行く先に何があるのかも知らないけど、でも僕はみんなと一緒にいる方が楽しいから、どこかに行きたいなんて思わないよ。ところが近くに咲いていた紫の花がある日僕にこう言った。バカだな。せっかくきれいに咲いたのに、どうして誰にも見てもらえないのがいいんだい？どうせなら誰かに見てもらってきれいだって言われたいじゃないか。そして紫の花は続けてこう言った。町にはたくさんの人がいて、たくさんの人が花を見るんだ。そしてたくさんきれいだって言ってくれるんだよ。それなのにどうだい？今の俺はこんな薄暗い山の中だ。本当なら今頃は町の中できれいに花を咲かせて、きれいな花が咲いてるって褒めてもらえるのに。紫の花はとても残念そうだった。でも町に咲いていた紫の花がどうして山の中にいるのか、僕はとても不思議に思って紫の花に聞いてみた。すると彼はとても残念そうにこう言った。ある日、花が落ちて赤い実がなった頃に鳥がやってきて、俺の真っ赤な実を口にくわえて飲み込んだんだ。そこからは鳥の体の中をぐるぐる回って、気がついたら山の中に鳥のうんちと一緒に落ちていたのさ。どうやら紫の花は真っ赤な実となり、
種になって鳥の餌になったみたいだ。そして僕の目の前に落とされて、今こうして新しい場所でおしゃべりをしているわけだ。町を知ってるかい？紫の花は遠くを思うように話し始めた。当然、僕は町なんて知らない。だから知らないよと言ったら、そんなことも知らないのかとバカにしたように話し始めた。紫の花が言うには、町にはたくさんの人がいて、たくさんの建物があるんだって。山の中のようにジメジメしてなくて、太陽が頭の上から降ってくるように照らしてくれる。誰にも気に留めてもらえない山の中とは違って、誰かが自分を見つけてくれる。ただ、たくさんの人がいる分、踏まれるかもしれないけどね。紫の花はそう言うと、面白そうに笑った。紫の花はたくさんの話をしてくれた。それはまるでおとぎ話のようで、僕の全く知らない世界で、僕はどんどん引き込まれていった。いつの間にか僕の中には見たこともない街が出来上がっていた。行ってみたいなあ。きっと街というのは素敵なんだろうな。何度も夜が訪れて、気がつくと僕はまた綿毛になっていた。なんだ、タンポポくんはふわふわの毛のような姿になってしまったね。紫の花が僕を見て驚いていた。僕は紫の花に言った。これで風が吹いたら僕は大冒険に出かけられるのに。紫の花は面白そうに僕を見て、そんなバカな話があるかと笑った。でもそれから2日ほどしたある日、山の中に強い風が吹き荒れた。まるで嵐のように、まるで大魔王が降りてきたように、山の中を吹き荒れた。綿毛になった僕はあっという間に飛ばされてしまった。紫の花が飛んでいく僕を見て驚いていたけど、僕は何も言わなかった。ただ紫の花がバカだと言って僕の話を笑っていたことを思い出して笑っていた。ほら、僕は本当に飛べるんだよ。強い風は僕を連れて行ってくれる。できるならこのまま町に連れて行ってほしいな。そんなことを思いながら僕は風と話をしていた。風さん、風さん、どこへ連れて行くつもりなの？綿毛くん、君は町に行きたいのだろう？ずっと話を聞いていたから知ってるよ。じゃあ町に連れて行ってくれるの？さあどうかな。どの辺で降ろそうか。終点が町ならば途中で別の景色を見るのも楽しいんじゃないかい？別の景色？ああ、そうだよ。だから今回はこの辺で綿毛くんを降ろそうかな。風さんがそう言ったのは、水がきれいに張られた田んぼが見える場所だった。稲が田んぼから顔を出して、風さんが走ると稲が揺れる。その景色は本当にきれいだった。まるで緑のカーペットのようだ。緑のカーペットか。風さんは僕の言葉に大笑いしていた。風さんはそうは思わないの？そうだね。まるでカーペットだね。そんなに気になったのならこの辺で降ろしてあげよう。そう言うと風さんは僕を降ろして
どこかに走って行ってしまった。田んぼのそばに降ろされた僕はどうしていいのかわからない。自分で歩くこともできないし、自分で走ることもできない。困ったなぁと思っていたら、田んぼで仕事をしていたおばあさんがそばにやってきた。そして僕に気がつかずに腰を下ろした。僕はそっとおばあさんに話しかけた。おばあさん、僕がここにいるから気をつけてね。でもおばあさんは全く僕の声が聞こえないみたいだ。困ったなあ。どうやったらおばあさんと話ができるんだろう。そう考えていると、おばあさんのそばを小さな子供たちが走ってきて通り過ぎた。子供たちの巻き起こした風は僕の体を舞い上がらせ、おばあさんの頭を守っていた手ぬぐいにくっついた。僕のことなんてまるで気がつかないおばあさんはまた田んぼの仕事を始めた。僕は水に落ちないように必死におばあさんにしがみついていた。夕暮れになるとおばあさんは田んぼから上がり、疲れたねとつぶやきながら家へと向かった。家に着くと頭の手ぬぐいを取りパタパタとはたいた。おばあさんが手ぬぐいをはたくと、僕はしがみついていた手ぬぐいから飛び出し、またしても風に揺られるようにして飛ばされた。そして散歩をしていた犬の背中に乗ってしまった。今度はどこに連れて行かれるんだろう。だんだん心配になりだしていた僕は、犬に振り落とされないようにしがみついた。あたりは暗くなりだして、僕は山に帰りたいと思い始めていた。悲しくて不安で涙がこぼれそうになっていた。そんな時、さっきの風さんがまたしてもやってきた。犬も飼い主も突然の強い風に小さな悲鳴を上げていたけど、僕は風さんにもう一度会えたことが嬉しかった。風さん、戻ってきてくれたんだね。やあ、綿毛くん、どうだった田んぼの景色は。田んぼは気持ちがよかったよ。僕は少しだけ強気になってそう言った。でも本当は山に帰りたい。だけどそんなこと言ったら風さんに笑われるだろうな。だから僕は黙っていた。そうか。じゃあ今度は町まで連れて行ってあげよう。え、町に行くの？ああ、町はもっと楽しいよ。それを聞いて僕は嬉しくなった。今までの不安な気持ちがどこかへ飛んでいってしまったのだ。風さんに揺られながら暗くなっていく周りを見回していた。緑のカーペットだと思っていた田んぼも山も全部が暗くて真っ黒で、僕の見たことのないような世界に思えたけど、もう僕は怖くはなかった。だってずっと僕の中に広がっていた街という世界にもうすぐ会えるんだから。真っ黒だった景色に赤や緑の光がちらほら見え始めた頃、風さんが僕に言った。ほら、綿毛くん、あれが街の明かりだよ。近くなると光の数が増え、まるで宝石箱のようにきれいに見えた。すごいなあ、あんなにたくさんの宝石があるよ。あれは宝石ではないよ。あれは街の明かりなんだ。街の明かり？
そういえば紫の花もそんなことを言っていた。町は空が暗くなるとたくさんの光の花が咲く。それが町の明かりだと初めて風さんに教えてもらったのだ。光の花が町の明かり、二つの名前を持つ町の宝石たち。どちらにしてもキラキラしていてとってもきれいだ。さあ綿毛くん、町に着いたよ。ここが綿毛くんの来たかったところだ。楽しんでおいて。ありがとう風さん。また来年会おう。風さんはそう言うと、僕を信号機のそばに下ろしてくれた。明日の朝には太陽が出て、僕を照らしてくれるだろうな。そうしたら僕はきっと素晴らしい世界を目の当たりにできるんだ。ワクワクしながら眠りにつくことにした。朝目を覚ますと、僕のそばをたくさんの人間が忙しそうに通り過ぎていった。次々に通り過ぎる人たちは誰も僕に気がつかないんだ。時折人間の足が僕を踏みつけそうになるけど、スレスレのところで踏まずに済んでる。間一髪って感じだよ。山だったらこんな危険を感じることはなかったのに、街ってきれいだけど怖いところだな。時々吹いてくる風は生暖かくて、山にいた頃のすがすがしさなんて何もないんだ。山に帰りたいな。照りつける太陽はものすごく暑いし、僕は不快な気持ちになりながら数日をそこで過ごしていた。きっとまた風さんがやってきて僕を山に連れて帰ってくれると信じながら。ところが気がついたら僕は眠ってしまっていたらしい。そのまま土に埋もれて、目が覚めた時、日差しも柔らかくなって、花たちの話し声や街路樹の話し声が聞こえていた。僕はいつの間にか新しい春を迎えたようで、僕の足は土の中にしっかりと潜り込んで、僕の手は大きく広がり、きれいな緑色をしていた。そして僕の頭には黄色い花が咲いていた。道行く人が、あら、こんなところにタンポポ、と笑顔を向けてくれていた。ああ、これが紫の花が言っていたことなんだなって思った。人間に褒められるってこんなに気分がいいのか。僕はとっても気分がよくて、街って本当に素敵なところだなって思ってた。すると一人のピンクのランドセルを背負った女の子が僕を見つけてしゃがみ込み、ニコニコしながら僕を見ていた。かわいい。そうつぶやくと、僕の体を握りしめて僕を摘み取った。痛くはないよ。何も感じない。ただ急に何が起こったのかわからないで、僕はうろたえた。女の子は僕を握りしめたまま、ランドセルを揺らしながら家に帰った。家には女の子のお母さんがいて、女の子を甘い香りでお出迎えした。ただいま。あら、おかえりなさい。クッキーを焼いたのよ。女の子は嬉しそうにしていた。そのタンポポは？信号のところに咲いてたの。お母さんがいつもおいしいクッキーを焼いてくれるからプレゼント。
ありがとう。お母さんは僕を受け取ると嬉しそうに笑ってくれた。でも僕の黄色い花はしおれ出してる。それに気がついたお母さんが、お水に入れてあげましょうね、と言うと小さな花瓶に僕を入れてくれた。僕はお水を体いっぱいに吸い込むとだんだん元気になっていった。女の子はクッキーを口に入れながら花瓶に入れられた僕を見て笑ってくれる。お母さんも僕を見てかわいいわねと言ってくれる。それなのに僕はやっぱり山に帰りたいと思ってる。きっと僕が綿毛になったらまた風さんが吹いてきて僕を連れて行ってくれるんだろうな。だから今はこの女の子とお母さんが笑顔になるように精一杯きれいに咲いていよう。おしまい。